皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でお届けする日本文化ポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる日本は今、夕方で午後5時ですね。今私はお仕事が終わって家に帰ってきて、こうやって動画を撮っています。早速、今日は皆さんに質問があるんですけれども、皆さん最近旅行に行きましたか？最近ですね、海外旅行だったり、国内旅行だったり、どこか遠いところにですね、家族や友達と旅行に行きましたかね？実は私は先月、日本の福井県というところに旅行に行ってきました。なんですけれども、その時にたくさんお土産を買ったんですね。お土産。お土産っていうのは、そうやって旅行に行った時に友達や家族のために何かプレゼントを買って帰ること。そのプレゼントのことをお土産と言います。そう、今日のポッドキャストでは、お土産についてお話ししていきます。これはいつも動画を見てくださっている方からリクエストしていただいたお話です。今日は私自身の旅行のお話や、あと私が買ったことのあるお土産、そしてもらったことのあるお土産についてお話ししていくので、最後まで楽しんでいってくれると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、早速お土産についてお話ししていくんですけれども、皆さんいつも旅行に行った時、何かお土産を買って帰りますか？お菓子だったり、何か服とか、あとアクセサリーとか、形に残るものもありますかね？実際に私はいつもお土産を買って帰るんですけれども、家族や友達にはお菓子を買って帰ることが多いです。お菓子ですね。あとはハンドクリームだったり、そういった風に使ってなくなるもの、消耗品って呼ばれるんですけれども、食べ物や消耗品を買って帰ることがとてもとても多いです。なんですけれども、最近そうやって人にあげるお土産以外にも、自分のために買って帰る自分土産っていうのがすごくすごく人気なんですね。実際に私もいつもね、たくさんの自分土産を買って帰ります。で、さっきお話しした福井県に旅行に行った時も、あと韓国に旅行に行った時や、オーストラリアに行った時、そして台湾に行った時も、自分のためにですね、たくさん買ってきました。で、自分土産っていうのは、旅行が終わっても、家に帰ってきてからもね、自分が楽しくなれるじゃないですか。旅行のことを思い出してすごく幸せになれますよね。それと同じで、人にあげるときも自分の楽しかった思い出を共有することによって、周りの人も一緒に幸せな気持ちになりますよね。そういった風にお土産っていうのは、本当にみんなを幸せにできる大切な文化だと思うんですね。皆さんの国ではどういったものをお土産として買うことが多いですか？食べ物だったり、それとも形に残るものを買うことが多いですかね？私は韓国に行った時、今着ている服を自分土産に買ってきたり、あと友達には化粧品を買ったり、そして福井県に行った時は、たくさんね、インテリア家具だったり、文房具を買ってきました。これはなんでかというと、皆さん、福井県って何が有名か知ってますか？福井県は実は恐竜がとても有名です。恐竜。恐竜ですね。恐竜の化石がすごくすごく有名な場所なんですね。で、実はですね、私、恐竜が大好きなんですよ。
恐竜が本当に好きで、今までジュラシックパークやジュラシックワールドの映画をね、何度も何度も見てるんですけど、私の部屋は恐竜のライトや恐竜の飾りですね。たくさんの恐竜で溢れています。本当にね、それくらい恐竜が好きなので、福井県に行った時にも自分土産として恐竜のホッチキスやクリアファイル、そしてあと恐竜のコップとかもたくさん買ってきましたね。そして私がお土産として買ってくるのは必ず買うものがあって、それはポストカードです。ポストカード。ちょっとね、今見えないんですけど、実は韓国に行った時、台湾に行った時、オーストラリアに行った時、今まで行ったところのポストカード、私は絶対に買ってきます。ポストカードを見てるだけで、その時のことを思い出せたり、本当に幸せな気持ちになれるので、私は買って帰ることが多いんですね。なんですけど、皆さんきっとお菓子を買って帰る方もすごく多いと思います。なので今から私がもらったことのある日本のお土産のお菓子ですね。だったり、私があげたことのあるお土産に関しておすすめをお話ししていきます。まずですね、最初にお話ししておきたいのが、きっと皆さん何を買えばいいかわからないっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですね。で、実はその日本に来た時って、きっと皆さん日本の旅館に泊まったことのある方がたくさんいると思うんですけれども、お土産コーナーが本当にたくさんあります。そしてたくさんのお菓子が並んでいるんですけれども、皆さん旅行に泊まって部屋に入ったら、何か机の上にお茶と一緒に置かれているお菓子を見たことがありませんか？そのお菓子はお月菓子と呼ばれるものです。お月菓子。これはですね、ご当地のお菓子ですね。その土地で有名なものを置かれていることが多いんですね。なので、何を選べばいいかわからない、どのお菓子がいいかわからないっていう方は、そういったものを参考にして、それを食べてみてね、美味しかったら、それを家族や友達に持って帰る、買って帰るっていうのがとてもいいと思います。でですね、次に私のおすすめのお土産お話ししていきます。まず、北海道から。北海道とても有名な場所ですね。きっと人気だと思うんですけれども、北海道は白い恋人がおすすめです。白い恋人。これはクッキーなんですけど、本当に美味しいです。なので、きっとね、皆さん家族や友達に買って帰ると、絶対に喜んでもらえると思います。そして他にも京都。京都も、人気な場所ですね。そして京都では八つ橋が有名です。八つ橋。八つ橋は和菓子なんですけれども、本当にこれも美味しくて、しかも和菓子なので、日本の伝統的なものですね。日本らしさも感じられるので、お土産としてぴったりだと思います。そして、あと、抹茶ですね。抹茶系のお菓子もとても喜ばれると思います。抹茶系なので、抹茶の何かお菓子を買って帰りたいなっていう方は、何かね、その抹茶のチョコレートだったり、抹茶の和菓子だったり、それとも抹茶そのものを買って帰るのもとてもありだと思います。そして次にお話しするのが広島です。広島。皆さん広島行ったことはありますか？広島では私が行った時はもみじまんじゅうを買って帰りました。もみじまんじゅう。これはね、中にあんこが入ってる和菓子なんですけれども、たくさん種類があって、チョコレートだったり、クリームだったり、それこそ抹茶もあったと思います。なので、あんまりあんこが好きじゃないっていう方のためにもおすすめですね。チョコレートとかクリームもあって、いろんな種類が入ってるものもあるので、こうね、
きっと家族の中でも好き嫌いがたくさんあると思うので、そういったたくさん種類が入ってるものを買って帰ると、間違いなく喜んでもらえると思います。そして次に話すのが沖縄です。私は沖縄に行ったことがありません。でもお兄ちゃんがですね、沖縄に行った時にチンスコーというものを買ってきてくれました。チンスコー。これも沖縄でとても有名なお土産の一つですね。今話した通り、どこか旅行に行った時には、その土地で有名なもの、その土地で有名な、ご当地のものですね。ご当地のお菓子を買って帰ってもらえると、すごくね、喜んでもらえると思います。そして今話した、お菓子の他にもやっぱりアクセサリーだったり、その土地で有名な伝統的なもの、伝統的な糸、布とか、そういったものを使った雑貨とかもとても有名ですね。まず一つ目にご紹介するのが、扇子です。扇子。これは仰いで使うこともできるし、飾ってもおしゃれです。そして二つ目は風呂敷です。これは私がとてもおすすめするお土産なんですけれども、これは物を包むだけじゃなくて、カバンとしても使うことができます。そして三つ目はお香です。お香。お香っていうのは火をつけて香りを楽しむことができるものなんですけれども、これはとてもね、リラックスに効果的です。皆さんの国ではおすすめのお土産はありますか？きっと皆さん海外旅行の他にも、私がね、この前福井県に行ったように、皆さんの国の中で旅行をする方もたくさんいらっしゃると思います。なので、もしこの場所に行ったらこのお土産がおすすめだよとかがあったら、ぜひぜひ教えてほしいです。そしてですね、実は私、今年の夏にインドネシアに行く予定です。ついに私が行きたかったインドネシアに行きます。私はね、本当にインドネシアが好きで、もうね、早く行きたくて今からとても楽しみなんですけれども、この動画を見てくださっている方の中に、インドネシアに住んでいる方はいらっしゃいますか？もしいたら、インドネシアに来たらこのお土産を買って帰ってとか、こんな伝統的な雑貨があるよとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいです。でですね、今、私はお土産についてお話ししたんですけど、今話してきたのは、物ですね。物でしたよね。何か人にあげたり、もらったりするもの。それがお土産だと言ったんですけれども、もっと素敵なお土産があります。それは、お土産話です。お土産話。きっとね、皆さん、旅行でハプニングが起こったりしますよね。とても楽しかったことだったり、驚いたことだったり、面白かったこととかたくさんありますよね。そういった話がたくさんあると思います。それも立派な、とても素敵なお土産です。お土産話です。きっとね、そういったものをあげたりもらったりすることも嬉しいけれど、皆さんがね、楽しかったこと、そういったことを皆さんの大切な人、家族だったり友達にお話ししてもらうと、物をあげたりすることよりも、もっとみんながね、幸せになれるというか、楽しい思いになれると思います。なので皆さんもね、ぜひぜひ、もし面白いハプニングとか、こんなとこ行って、こんなことがあって、すごく楽しかったよとか、たくさんの話があると思うので、ぜひね、皆さんの、大切な人にお話しして、皆さんの幸せを分けてあげてくださいね。では今日はこんな感じで旅行のことと日本に来た時におすすめのお土産についてお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？
きっとね、もっともっと、たくさんのお土産があるので、皆さんもね、ぜひお土産を選ぶことも楽しんでいただけたらいいなと思います。ぜひ日本にね、来たことがある方や、お土産を買って帰ったことがあるよっていう方は、どんな感じだったか、私にもお土産話を聞かせてくださいね。では、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。そして、リクエストも本当にありがとうございます。皆さんもね、他に聞きたい日本の文化があれば、何でも何でもコメントで教えてくださいね。そして、この前の動画でお話ししたバイミアコーヒーのことなんですけれども、本当にたくさんサポートありがとうございます。本当に励みになっています。これからも皆さんにもっともっと楽しんでもらえるような動画をたくさん作っていくので、よかったらこれからも応援してくれると嬉しいです。では今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。それでは今日の動画もいいなと思ってくださった方は、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。